いやほんと風邪ひきました。前回さ、お便りでご自愛ください、ゆずさんご自愛くださいってね書いてくれた方がね、しかも連チャンでねご自愛くださいって書いてて、別に選んだわけじゃないの、順番通りに来たの読んでたんだけど、ご自愛くださいって書いてたのに、このありさまでまずはね、本当に今回は声がちょっと聞きづらいところがあると思いますのでご了承ください。この時期ね、3月ね、風邪ひきやすい気がします。私去年も風邪ひいて、病院行く行かない理論あるじゃない。めっちゃ熱出てもう38度9度とかなったら、まあいろんな病気の可能性あるから行った方がいいんだけど37度前半、37. 点何度とか、もうなんなら出てないくらいの感じの時って、なんかみんなどうしてます？いや、私高校の時の生物の先生が、生物の先生がよ、風邪ひいても気合で治して、病院なんて行かないし、自分の子供にもそんな大層なことじゃ行かせないって言ってて、生物の先生が言うんだったら間違いないなと思って、風邪ひいてもそんなに病院行かなかったのよ。市販のさ、どうしても辛い時は市販の風邪薬飲んだりしたりとかして、去年それこそ全然熱出なくて、でももう鼻めっちゃ出て辛いっていう風邪ひいてね。いやでもまあその風邪薬って、対症療法だから逆に飲まない方が早く治るんじゃないかなと思って、市販の風邪薬も飲まなかったの、去年のこの時期風邪ひいた時ね。何も飲まずにもう自分の免疫力だけで戦ったらすぐ治ると思って飲まなかったんです。そしたら蓄膿症になって、ここの副鼻腔っていうのかな、ここのなんかここに炎症が、鼻水が逆流して、炎症を起こして副鼻腔炎っていう蓄膿症、いわゆる蓄膿症になって、もうずっともう一生鼻を噛んでないと、もうなんかずっと垂れ流してる状態っていう、そういうのになっちゃって、で結局ね病院行ったので、行ったら抗生物質出してもらって、もうなんか5日分とか出してもらっても、それでもう鼻水は大体治って、そっから痰がまた収まらなかったから、痰の薬と咳の薬とまあもらったりして、それでなんとかね良くなったんだけど、だからやっぱ私なんか逆に市販の風邪薬買うのと病院行くのとでそんな、どうなんだろう、値段変わんないかな。いやでも病院に行った方がいいって去年思ったの。病院に行った方がいいって去年思って、その市販の薬の方が手軽だし、その病院に並ぶ時間がないからいいっていうのもあると思うけど、なんか結局病院の先生行った方がいいなと思って、もう恥を忍んで行きました。蓄膿症になるのが嫌すぎて本当に辛かったの、去年1ヶ月ぐらいずっと鼻が止まらなくて、病院に行かなかったせいなんだけど。で、いや原因として思ったのは、枕がめっちゃ低いのよ、普段使ってる枕が。でそれが多分風邪の時もその枕で、鼻がこう出てるのがこうなって、仰向けになって寝てたら多分逆流しちゃって、それで逆にこうフラットな姿勢っていうか、この座ってる姿勢っていうのかな、体が起きてる姿勢の方が逆に鼻身がこうちゃんと重力で落ちてくるから、そっちの方が鼻が出やすいっていうか、逆流してるから蓄膿症になったんだろうなっていう仮説をね自分の中で立てて、今回鼻がやばくて枕
にクッションを置いて頭を高くして寝ておりますね。皆さんも本当にご自愛ください。手洗いうがいちゃんとしましょう。いやで寝る時に頭を高くして寝てる旅行になってると全然眠りにつけなくてどうしようかなと思って、眠くなるのに何がいいかなと思って本をね読もうと思って、この回が多分寝る頃には公開されてると思うんですけど、話題作のねプロジェクトヘイルメアリーの原作を読もうと思って、上下巻あって一旦上を読み終わりました。いやでも本の効果って偉大で、プロジェクトヘイルメアリーってネタバレはね避けて今回はね話させていただくんですけど、結構眠くなる要素あって、全然なんか作品を下げてるとかじゃなくて、私がバカすぎて結構眠くなるシーンがあって、その眠くなった時にすんなり寝つけました。はいね。あんまねなんていうの、眠りつく時スマホを見てたらよくないみたいな、スマホとかねテレビとか見てたらよくないって言いますけど、スマホ見ました。すいません。はい。で上巻読んで面白いんですけど、普通にめっちゃ難しい。何が難しい、なんか話の流れとかは面白いんですけど、口コミとか見てたら中学生以上だったら読めるみたいに書いてたんだけど、多分中学生は全部を把握するのは無理だと思う。SF 小説なんだけど、なんか結構ね物理とか科学とか生物、理系の知識をもう全部ある人が読んだら全部理解できて、多分めちゃくちゃ面白いと思うんだけど、エセ理系だからもう半分も理解できなくて、みんな頭のいい皆さんだったら絶対楽しめると思うので、ぜひ読んでください。海外でも公開されたと思うので、ぜひね、みんな楽しめるんじゃないかな。なんかネタバレ厳禁って言われてて、だからPR 動画っていうのかな、映画の予告編でも確かに予告編は見ない方が、もしねこの小説映画楽しみたいっていう人は、確かに予告編とかネタバレは確かになしで読んだ方がより楽しめると思いますね。でもまあそのネタバレをもし踏んじゃっても、なんていうのかな、もう衝撃の展開とか、もうなんていうの、心臓がドキドキしてやばいみたいな、なんていうのかな、もちろんワクワクしてドキドキしながら読むんだけど、なんか心臓がキューってなるようなさ、なんていうのかな、大どんでん返しとかそういうのはないから、ネタバレ踏んでも別に楽しめると思うんだけど、その物語の進行上これだけ言うと、その主人公が私は誰、あなたは誰、ここはどこみたいな状態で最初始まるから、でそこから主人公がこういろいろ模索して自分が誰だとか、ここはどこだとか、そういうのを序盤ね解明していくから、その主人公と同じ状況で楽しむってなったら、その予告編は見ずに行った方がいいと思うのよ。でももう SF 小説でもう表紙からして宇宙っていうのは分かってると思うから、大体その主人公がどこにいるかとかはね予想がつくと思うんですけどね。はい。上巻読んでめっちゃ面白い。難しい。なんかで、私はなんていうの、この主人公が本当にめっちゃいい人っていうか、なんていうのかな、曲がった感じの性格とかじゃないから、その感情移入して読みやすいなって思ったんだけど、感情移入すればするほど、この主人公最後どうなっちゃうのかなとか、もしかして
命落としちゃうのかなとか、なんかネタバレ厳禁って言われてるから、なんかそういう悲しい結末が待ってるんじゃないかなと思って、なんかそういうの悲しい結末すぎるとなんかもう浸りすぎて、感傷に浸りすぎて、なんか読まなきゃよかったなとか思うくらい結構悲しんじゃうタイプの人間だから、下巻どうなんだろうと思って、逆にネタバレ最後どうなるか見てから読もうかなと思って、最後のどうなるか見ちゃったんですよ。でなんだけど、やっぱり上巻のその難しいさ、物理の話とかも下巻がさらにもっと難しくなるらしくって、その面白い、どんどんその加速度的に面白くなってくらしいんだけど、下巻の方がむずいんかいと思って、で今ね風邪で頭もぼーっとしてるんで、ちょっと下巻は次のつぶつぶゼリーまでにね読めたらいいのかなと思いますね。いやでも映画のその結構細かいその主人公がいる場所の描写とか、難しいその科学実験の話とか、そういうのが結構細かく本当に事細かに書いてあるから、アホ的にはねその情景を思い浮かべるのがめっちゃ難しくて、だから映画になったらこれめっちゃ面白いと思ったの。その文字だけじゃその常人っていうかもうアホにはわからないことが多分映画だとその映像化して分かりやすくなってるから、アホな自覚がある人逆に映画から見た方がいいのかなとか思ったりもしました。でも映画見るときも予告編をね見たらあんまりあれかもね、主人公と同じドキドキが味わえないかもっていう。でももうその私みたいに不安症の人はね、もう全部、ね、あらすじ読んでからね読むのもありだと思いますよ。はい。前回ちびまる子ちゃんの映画のホームステイ、そのイタリアの男の子がまるちゃん家にホームステイする映画の話をしたんだけど、やっぱね現実だとなかなかそのホームステイっていろいろなんていうの、アレルギーの問題だとかわかんないけど犯罪に巻き込まれたりとかそういう問題があるから、なかなか現実だとね難しいなとやっぱね思う。そのやっぱアニメの世界だからこそその描かれるストーリーだなっていうのは大前提としてあって、最近さツイッター見てたらさ、胸が痛む事件と言いますか、沖縄の修学旅行でちょっとね水難事故で生徒さんが亡くなったっていう心が痛くなる事件があったんですけど、それは船の事故であって、なんだけどそれとは関係なく旅行の予定に民家に宿泊するっていう行事があって、それの是非についてその船の事故とは関係なく、その民泊ってどうなの、ホームステイってどうなのっていう理論がめっちゃ今ツイッターで論争が起こってて、ちょっとその女子生徒さんがお亡くなりになった件とはちょっと話がずれたところでの論争なんだけど、そういうのがあって、だからちょうどホームステイのまるちゃんの話したから割とタイムリーな話題、自分の中でそのまるちゃんの映画を見たっていうのもあってタイムリーな話題だなと思ってそれを追いかけてるんだけど、で結構男性一人のお宅に女の子一人行くってなったらめっちゃ怖いし、そのなんていうの、とある学校ではスマホ禁止で緊急時も使えない、持ってけない、そもそも日本そのお家から持ってけない、自宅から持ってけないで、その状況でホームステイしたり民泊したり
民宿と民泊の違いもね言われてるけど、民宿は多分営業届とか出してやってるんだろうけど、民泊はその民家の家に泊まるから、そのいろいろ衛生関連とかなんかアレルギーとか、そのちゃんとしたお宅なのか、そういうちゃんと監査が入ってるところもあれば入ってないところもあるんじゃないかなっていうので話題になってますね。で、そうで、保護者としてはそのスマホなしで、保護者にもどこのお宅にホームステイするのか民泊するのか伝わってない学校とかもあるらしくって、それ本当なのかな、怖くないっていうのもあるんですよ。それのね本当かどうかは分かんないけど、で私高校生の頃それこそ短期で海外にねホームステイしたんですよ。まあどこの学校かちょっと特定されかねないので、あんまり詳細にはどこの国に行ったとかは言わないですけど、学校の学年全員、その一学年がもうその国に全員ほぼ強制的に行って、なんか最初は数名のグループで一軒の広いお宅に民泊ホームステイして、それでちょっと慣れたら各家庭に一人ずつ放り込まれてホームステイするっていう行事だったので、うちの学校はスマホは持ってってよかった記憶がある。ダメだったかもしれないけど、さすがになんか万が一のこととかあるからスマホは持ってって、もちろんその必要最低限の時以外使っちゃダメ、持ってってもいいけど使っちゃダメ、最低限しか使っちゃダメっていうルールか、そもそも持ち込み NG だったかはちょっと定かでないんですけど、私は持ってってましたね。で、もちろん保護者にもそのホームステイ先の住所とか、どういう家族構成の人のところに泊まるとか、そういうのも全部うちの学校は言ってくれてたの。だからもちろん保護者の方もその一定の基準をクリアした家庭にしか生徒も送り込まれないし、もちろんちょっと安心した状態でホームステイに臨めてたと思うのよ。はい。なんですけど、私がホームステイする予定のお宅が、男の子お兄ちゃん1人と妹、同い年の妹で、お父さんお母さんともうおじいちゃんおばあちゃんもいたかなっていう家庭のホームステイだったんです、最初。いや当初の予定がなんだけど、急に現地に着いたら英語の先生からちょっとお願いがあるんだけどって言われて、その一人他の子がどうしてもホームステイ先を交換してほしいって子が言ったらしくって、で私が言いやすかったっていうのはあると思うんだけど、だからホームステイ先交換してくれないって言われて、って思うじゃん。でその新しいホームステイ先のこととかも特に何も言われなくて、後から情報教えるからみたいに言われて、でその先生普段お世話になってる先生で、うちの所属してた部活の副顧問の先生で、副顧問というと毎日顔出してくれてたし、生徒からの人望も厚くてめっちゃいい先生だったから、うちもお世話になってるからじゃあいいですよって言って交換したら、ホームステイした先の方がおばあちゃん一人だけだったんですよ。そうで、私は兄弟いないから、そもそもホームステイすることで、もちろん日本のね家庭とは違うかもしれないけど、兄弟の形を生で目で見れると思ってめっちゃ楽しみにしてたの。なんだっけ、おばあちゃん一人でと思って、おじいちゃん一人はもう全然そういう性被害とかもないと思うしいいんだけど、おばあちゃん一人大丈夫かなと思って、でもちろんその住所とかもあれとかも全部ね、最終的にうちの親にも、最終的にはっていうかもうすぐに先生電話して、こういう状況で交換することになりましたってなって、うちの親にも伝わったんだけど、でもちろんねその先生の世話になってるから、うちの親は
いいですよってなって公開になったんだけどね、おばあちゃん一人で、そのおばあちゃんが結構無口な人なんだけど、だから多分さ、その結構年齢もさ60個ぐらい違うわけじゃん。60個ぐらい違うから何話していいか分かんないとか、なんかそういうのもあったんだろうけど、めっちゃ何も喋んなくて、だから何話していいかこっちも分かんないし、なんかずっと食事中も無言みたいな。これホームステイの意味あんのかなって、この神経すり減らして。うちの親もそもそも結構厳しい家庭だったから、割と家でも神経すり減らしてたんだけど、やっぱホームステイってなったらちょっとはね楽しい思い出作れるかなと思って、知らない人のところにホームステイするのも結構嫌だったし、なんなら行きたくないまであったの。行きたくない気持ちと行ったら楽しいだろうなっていう気持ちで、そのワイワイしたご家庭のところにホームステイさせてもらえるってなったから楽しみだったんだけど、こんなって言っちゃ悪いけど、なんかあと何日で帰れるって結構毎日考えてたから、こういうことになるならさ、行かなきゃよかったなって。だから私はそれこそ大学で国際系の大学に入ったらさ、1年とか留学する子もいるわけじゃん。いや、私には絶対無理だなって思った苦い出来事でしたね。もちろんそのおばあちゃんもホームステイの、どこの機関がやってるのか分かんない。どこの日本がやってるのか、その現地の人たちが検査してるのか分かんないですけど、その基準はクリアしたところだったんで、多分年収とかそういうとこ見てるのかな分かんないですけど、ちゃんとした人で会ったことは間違いないんだけど、そのねホームステイ先でもいろいろトラブルあったりして、その現地の学校に通わせてもらうっていう感じだったんだけど、で現地の学校行って、で帰るのはそのおばあちゃん家みたいな。だからもう日本で学校行って家帰るの海外バージョン、本当にただ留学してるみたいな感じで、そのおばあちゃん家行くと学校がめっちゃ遠くて、そもそもその別の子がホームステイするってなってたから、その子が通う予定だった学校が多分別の学校で、その学校とはまだ距離が近かったのかもわかんないけど、私が行く現地で通う学校はもう決まってて、その学校はもう変えなくて、なぜかそこだけ、もうその学校は学校で、仲良かった子もいたから同じ学校に行く予定だったし、それは自分的にも変えたくないっていうのはあったんだけど、で遠いからバスがね1本しかないの。1本しか往復してくんなくて、朝はさもちろん行けんだけど、帰りがその先生の話が長引くだの、ちょっとなんか授業が長引くだの、なんだのあって、そのバスに乗り遅れたことがあったの。でそのバスももう授業終わってキリキリの時間、4時に授業が終わるならもう4時10分に出るようなバスだったから、それに乗り遅れてめっちゃ叱られたんだよ。そのバスが1本なことも知らなかった、その初期の段階がめっちゃ怒られて、もうなんか何しに行ったんだろうと思って、めっちゃ辛かった思い出がある。留学とかだったら自分が望んで行くわけじゃん。なんだけど反強制的に行かなきゃいけなかったのもちょっとそもそもあんま気が進まなかった部分もあったし、でこんな急に状況変わると思わなかったから、結構ね苦い思い出だから。もちろんなんか犯罪に巻き込まれたとか、そういうなんか嫌なことがあった、直接嫌なことがあったってわけじゃないんだけど、割と苦い思い出があってもし将来いつか自分に子供ができて民泊ホームステイするってなったらめっちゃ不安になると思うな、私だったら。だからこのツイッターで巻き起こってる議論がすごいね、自分的にも今後どうなるのかなって、民泊ホームステイどうなるんだろうっていうのが結構自分的にも気になってますね。やっぱおばあちゃんと2人っていうなんていうのか、あんま会話も弾まないし、心も別に通じ合わなかったって言っちゃあれだけど、やっぱ言語の壁とか年齢の壁って高いなって思いましたね。やっぱ同じ日本人だったらさ、同じ日本人で私のイベントに来てくれるファンの方で、私と年齢差がある人でもさ、共通の言語日本語があったりとか、もちろん海外の方で年齢差があっても来てくれる方でも共通の話題があるじゃない。
共通の AV の話題とか私のこと好きで来てくれてるから、少なくとも私にちょっとでも声があって来てくれてるから、やっぱ会話の糸口とか見つかりやすいし、もう私ももう大人だから全然話せるし、その海外の人にはね、言語の壁も大変だなと思うけど、それでもさ、お互い楽しもうとか楽しませようとか、そういうモチベーションなわけじゃん。なんだけど、ホームステイ先のそのばあちゃんは別に私に対してなんか別にそんな好意とかがあるわけでも何でもないし、その気持ちよく過ごしてほしいの度合いが人によって違うから、そこが難しかったのかな。もうね、一緒に住んだりするのも難しい、なんていうのかな、文化の違いもあるし、結構難しいなって思いました。胸が痛む事件が多くてね、嫌な世の中ですよ、ほんと。本当ホームステイのことは結構身近に感じてしまうなと思って、当時のことを思うとね、結構胸がキュッとなるね。はい、ということで今日も張り切って頑張っていきましょう。つぶつぶゆずゼリー張り切りすぎるとね、声がガシャガシャになって申し訳ないですけど、今日は夢物語のコーナー読んでいきたいと思います。はい、BCG さんありがとうございます。ゆずさん、ラジオスタートおめでとうございます。わー、ありがとうございます。こういう風に投稿するのは何十年かぶりでとても懐かしい、嬉しく思います。嬉しい。私のラジオで久しぶりに投稿してくれたよね。夢といえば一つ前から不思議に思っていたことがあります。夢の中で全く見知らぬ人が出てきます。会ったことのない人が時々男女問わず夢に出てきて、しかもかなり親しい友達のように接してきて、自分でも仲良くしていて、起きてあいつは誰なんだと思いますが、夢なのですぐどんな人だったか忘れてしまいます。わら。なるほどね。夢なので普段話したことないのですが、このコーナーきっかけで気になって投稿してみました。うずさんはこういった夢は見れるんでしょうか、ということでお便りありがとうございます。確かになんか知らない人出てきて、親しい友達、なんか私友達がそもそもあんま現実であんまりそんないないので、出てくる友達っていうのも限られてて、例えば女優友達の東雲が出てきたとして、なんか東雲と話してるんだけど、よく考えたらなんか東雲とは風貌が違う、ちょっと東雲ではない見た目なんだけど、でも自分では東雲として認識して話してるっていうことがあったりとか、あとは名前を知らなくても脳が勝手に女優さんだと思って一緒に共演してる夢とか、名前わかんないし会ったこともない、顔も知らない、ツイッターで見たこともない女優さんなんだけど、脳が勝手に女優さんだって認識して一緒に仕事する夢を今日見ましたね。あとはイベントとかでもファンの人と反対をしてる夢とかも見るんだけど、会ったことある人、よく来てくれる人の夢も見て、その人はもちろんその人だと思って脳が認識して話すんだけど、よく考えてみたらなんか現実の風貌と違うと思って、なんでなんだろう。なんか着てる服とかも違かって、なんか普通のスーツとかでいつも着てるのに、なんかすごい派手なさ前衛的な服で着たりとかして、でもそれでもなんか全然不思議に思わないとか、やっぱ夢って何なんだろうね、潜在意識なのかちょっと不思議に思うこともねありますね。で時々そのファンタイプしてる時に夢の話でね、名前も顔も分かんないし、なんなら千と千尋の神隠しの顔なしみたいなとか、のっぺらぼうみたいな、なんか結構怖い夢で、そういうちょっと妖怪みたいな人が来て、僕のこと覚えてるって言って名前を聞かれて、で鳥肌が立って起きる夢とかめっちゃありますね。だから私は名前を自分が覚えてないことを多分申し訳なく結構現実で思ってて、そうで、来たことあるって言って、顔はなんとなく覚えてるんだけどとか、名前何だったっけか、何話だったっけなって割と忘れちゃうことがトラウマになってて、ちゃんと覚えてるって話なんだけど、
自分でもそれが失敗体験というか、イベントに行くためにリフレインして、うわー辛いなっていうか、それが夢にね潜在意識として自分で焦った思い出として出てくるんだろうなと思って、それが怖い夢に消化されてるんだなって思いますね。はい、それでは次のお便りいきます。ラジオネームようくん、ありがとうございます。ゆずりこんにちは。こんにちは。ありがとう。早速ですが、私には叶えたい夢があります。街の小さな行きつけの喫茶店でサンドイッチを食した後にコーヒーを読みながら文庫本を読みふけってる時に、私もその本好きなんです、店員さんに話しかけられて、そこから恋に発展するという夢を中学生の時に抱いた早い数十年。かわいいじゃない。未だにその夢は叶わず、なんなら行きつけの喫茶店も見つかってないし、そもそも手元にあるのは中学生の頃から変わらず文庫本だし、少年ジャンプだし、そろそろこの夢を諦めた方が良いのでしょうか。そう、中学生の時に思った夢を今もそういう妄想を叶えたいっていう話なんだろうね。でも私もさ、そう中学生の時にそれ思うのってめっちゃ健康的だなというか、中学生の男の子なんてさ、もっとえぐい妄想してたりするじゃない。わかんないけど、私も男子じゃないのでわかんないですけど、そのなんかウブだよね。可愛いよね。喫茶店で本読んで話しかけられるみたいな、めっちゃなんか映画とかドラマでありそうで、なんか読んでてキュンキュンしちゃったし、私は中学生高校生の時は少女漫画読んじゃダメな家庭だったから、大学生になって少女漫画めっちゃ読んで、今そういう妄想してるわけよ。今からその妄想してるから、まだ何年だ 5年以上経ってるか、まだ10年も経ってないですよ、その妄想始めて。でそっから数十年なんかそういうそういうシチュエーションをずっと夢見て、あと数十年も生きなきゃいけないのかと思うと先が思いやられますね。いやー、でも私も行きつけの喫茶店とかなくて、コメダ行くぐらいかな。コメダ好きですね。渋い喫茶店とか憧れますけど行かないね。友達、その仕事仲間と会ってその近くの知らない喫茶店にフラッと入ることはあっても、行きつけってないね。じゃあ私も喫茶店でちょっとバイトしたいなっていうのもちょっと夢にあって、私が逆にようくんにね、ようくんが分かった、プロジェクトヘルメアリ読んでて、それで私が話しかけるっていう、お互いも認知してたりしてたらあれですけど、逆にそうだね、その声かける側、私逆難したことないから声かける側とかいいなって妄想したりしますね。やっぱ少女漫画とドラマはね正義なので、これからも、たくさん妄想して生きていきましょう。はいよかったかな。諦めた方がいい。諦める必要はないし、このまま夢見るね少年少女でいたいなっていう思いました。大丈夫かな。じゃあね、今回結構前半話しすぎちゃったんで、普通おた2つ読んで終わりにしようかな。ラジオネームぬるみかんさん、ありがとうございます。リクエストを書き忘れてました。そうね、前回ねコーナーでね読みましたね。ありがとうございます。こっちも書いてくれて。日高屋にデリバリーがあるのなら新メニューを家で食レポなんていかがでしょうか。なるほどね。日高屋昔めっちゃ行ってて、今も大好きなんだけど、安い、早い、美味しい、3原則揃ってまして、大好きなんですけど、これね関東でも栃木
栃木だったか群馬だったかにはない、そのめっちゃ狭い範囲で展開してる居酒屋さんでもあり、定食屋さんでもあり、昼夜問わず利用できるとてもいいお店なんですけど、都内にはねめっちゃ展開してるお店いっぱいあって、私イベントの時とかお昼ご飯何食べたいって言って、秋物イベントだったら日高屋リクエストするくらいめっちゃ日高屋好きなんだけど、だからぜひね関東以外にお住まいの方が東京に遊びに来たら日高屋ぜひ行ってほしい。日高屋大好き。日高屋の餃子がね特に好きなんですよ。もう日高屋の餃子超える餃子に会ったことがなくて、だからでも美味しい餃子って東京いろいろあると思うから、その超えるね旅、日高屋の餃子を超える餃子探しの旅とか YouTube でやりたいくらい餃子好き。YouTube やりたいから、これ YouTube なんだけど YouTube じゃない、もうポッドキャストでね配信してるのもある、半分 YouTube みたいな感じでなんですけど、そう YouTube で普通のその短い尺っていうか、15分ぐらいの尺の動画も撮りたいなとは思ってまして、ただなかなか腰が重いとか、そのラジオまだ上げるのにちょっとまだ慣れてないのもあって、まだちょっと足踏み状態なんですけど、そういうね企画もやりたいなと思ってて、確かにこのラジオの中でそのデリバリーして日高屋コーナーもねいいかもわかんないですね。飯背になるんじゃない？大丈夫？みんな太っちゃうよ。そうだ、太るから日高屋結構あんま行かないってのもあって、イベントの時にあんま食べ過ぎて太るのよっていうのは重々その意見は大前提あるのは分かってるんですけど、イベントの時とか日高屋結構行ってて、イベントの時は餃子と前イベントでダブル餃子定食食べて、もうめっちゃ眠くなったって、次2部のイベントがめっちゃ眠くて大変だったっていう思いがあって、あとお腹も出るの前なんで、餃子1皿 6個入り5個入り餃子6個入りだな、6個入りの餃子と焼き鳥丼、ちっちゃい焼き鳥丼っていうのが最近イベントでのねあれになってます。自分の中のこの量にしようっていう。よし、めっちゃ食べるのが好きで、1日1食しか基本食べないんですけど、その1食にめっちゃ命かけてて、1日1食って不健康だよって言われると思うんですけど、めっちゃ太りやすい体質だから、もちろん運動もしてるんだけど、それでもいくら3食にしようって言ってもちょっと食べたらさ、脳が食べてもいいんだって言ってやっぱいっぱい食べちゃうわけよ。だからなんていうのかな、もうそもそも食べないと思ってて、食べないからもう一食に注力して、自分で基本作ったりするんだけど、日高屋とかねたまにのご褒美とかで行ったりしますけど、やっぱ美味しいなと思って、いや行きたいなと、毎日行きたいぐらいだけどなと思って、思って、そういう人生でございますね。早く引退してさ、この作品もう引退したらもういくらでも太ってもいいわけじゃない。いくらでも太ってもいいっていうのもおかしいけど、もし引退したら早く引退したいとかそういうわけではないんですけど、引退したらいっぱいご飯を食べていっぱい太った状態でレフカラのイベントに出て太ったねって言われたい、そういう人生でございますね。引退しないと思いますけど、ご飯をいっぱい食べるためにこの映像はね引退してもいいかなっていう気持ちも若干芽生え始めてきた今日この頃ですが、藤田ゆずを引退することはないのでご安心ください。はい、ということで最後のふつおた読ませていただきます。ラジオネームカピバラさん、ありがとうございます。生演奏は無理でしょうか？でも音が響いてしまいますね。世の中は音で溢れています。この音はドレミの何というのはいかがでしょうか？コップに水を入れて鳴らしてみるとか、音楽が興味がないと受けないかなとのことで、ここでバイオリンを弾いてラジオの音源に載せるっていうのは生演奏じゃないっていうのがまずツッコミです。生演奏は無理でしょうか？無理です。だって生じゃないんだもんこれ。ここで弾いてもでラジオの音源に乗るって言ったら生演奏じゃなくなっちゃうので、生演奏が聴きたい方はね、イベントに遊びに来てくれたらそれはもう正真正銘生の演奏なんで。だからそうね、なんか記念の時とかに演奏するのはありかもしれないですね。はい。ただちょっと練習とかもいろいろあるので、本当にたまにやれたらいいかなと思います。
この音ドレミの何コーナーめっちゃいいですね。例えばここに櫛があったんで、櫛をここのじゃあ机の見えないなものがいいや、電気のリモコンでね、いくよ。待って、でもさ、これ今さ、私が生で聞いてる音とスマホを通じて聞いてる音と多分違うと思うからずいと思うんだけど、今ね電気のリモコンと櫛をねカチッと鳴らす音でしたけど、一応ねポッドキャスト音声だけの方のためにね言うと、ファとソの間な気がします。私の聞いた感じ、皆さんどう思いましたか？そういうのもねコメント欄とかツイッターで教えてください。はい、ということでエンディング。いやー、今日は結構重い話しちゃったね。重い話しちゃったから、なんか自分と意見が違うよとかそういう人がいたとしても、まあなんていうのか、だからその自分の意見を書くことは自由なんですけど、私の意見を否定するのはちょっと悲しいので、なんていうのかな、お互い平和にね楽しいコメント欄にねできたらいいかなと思います。重い話するなよっていうツッコミもありますけどね。次回のイベントの告知をさせてください。これ終わってる時にはもうパチンコのイベントも終わってるし、レフカダさんの生配信イベントもちょっと終わった頃かな、どうかな。いやー、3月の28日夜新宿にていつも司会をしてくれてるおじさん楽器のセーターさんにゲストとして呼ばれています。ありがとうございます。これはね配信チケットが残念ながらないでありますから、来れる方、新宿近辺にお住まいの方、ぜひね遊びに来てください。それこそねバイオリンも弾くと思いますので、まだ全然練習が進んでないですけど大丈夫ですかねはい思います。で、4月の25日ユルケットで最強属性さんのブースで出させていただきます。サインしたり、写真撮ったり握手したりしますので、ぜひぜひ東京近辺のお住まいの方はしないに来てください。現在つぶつぶゼリや動画版を YouTube、 音声版を Apple Podcast、Spotify Podcast、Amazon Music Podcast にて配信中です。すべて内容は同じとなっております。お聞きのアプリで高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter での感想はハッシュタグつぶつぶゼリでお願いします。お便りは概要欄の Google フォームにて募集中です。まだまだください。いっぱい。私もう出し渋ってあんま読んでないっていうのもあるので、いっぱいください。お願いします。一人何度でもどしどし送ってください。相方がいないので皆さんのお便り頼みのラジオとなっていますので、切実に送っていただけたらと思います。はい、それでは今日もありがとうございました。バイバーイ。